こんにちは。今回はとうとう本番当日になりました東京エクストリームウォーク2023秋大会に参加したビデオとなります。今回は2023年秋大会から追加されたイーストコースを歩いてみました。家を出る前からすごいワクワクしてドキドキしながらもう3時半に起きて準備をしてました。桜駅からあれですね、桜城址公園までの間に神社があるんですけれども、そこの神社でウォーキングの無事を祈ってお祈りをしました。真形神社っていう名前なんですけれども、ただ残念なことにビデオが撮れてませんでした。なので神社で参拝した風景は載ってません。早速スタート地点に到着して、まずはあれですね、受付っていうことで受付に向かったんですけど、実際には6時半からスタートだったんでちょっと待つことになります。で、今回の秋大会に向けて、前回と違って千葉コースということだったんで、もう何回もいろんなルートで行ってみました。で、まず夏の暑い季節に電動自転車で全工程を走ってみたんですけれども、それも、家から佐倉まで行くところも自転車で行って100キロのコースを走った上にスタート地点とゴール地点まで行くのを含めると168キロも1日で走っていたとか、そういう動画も作ってますのでぜひ見てください。で、その後あれですね、本番のコースを3回に分けて行ってみました。3回に分けてっていうところではあれですね、コースを3分の1ずつ駅に近いところで一旦終わりっていう形で、3回に分けてきました。はい、お願いします。今回桜城址公園でスタート地点を待ってると、芸能人っていうかお笑い芸人のドローンズさんとかも来ていて、結構スタートは盛り上がってたような感じです。ちょっとあれですね、小田原のスタートの時に比べると人数がアーリースタートのコースだったんで、そんなまだ全員来てなかったんですけど、スタート前の混雑さがなかったんで、なんか広々と使えてよかったです。ではスタートです。7、6、5、4、3、2、1、スタート。で、今回もスタートの風景と、ちょっと気になったところの動画、写真とかを踏まえながらチェックポイントに着いた時間と、あとコースをですね、入れ違いにしながら動画にしてみました。ありがとうございます。まずは第一チェックポイントですね。第一チェックポイントのコースについては変更はなかったんですけれども、酒田ヶ池総合公園で当日はなぜか早かったです。手首にバンドをつけて、バンドって言ったらいいんですかね、スマートウォッチをつけて時速を見ながら行くと、下見に行った時より時速1キロ多いと。
いうことで、ちょっと早めなペースでスタートしました。で、酒田ヶ池総合公園に行くと誰もいないんですよね。最初に座ってる人が。なんで、あれ1番かなと。まあスタート地点のところで実は2番目だったんですけど、スタートした直後にトイレに行くということをしてしまったんで、もうあっという間に抜かされていたんですけど、酒田ヶ池総合公園のところでは誰もいなかったんで、まあちょっとゆっくり座ってクリームパンを食べていきました。で、次に第2チェックポイントですね。ここは42キロメートルあるんで、まあそこの第2チェックポイントの手賀丘公園に向かっていきました。で、手賀の丘公園のところに向かっていくところのルートが、まあ、車道のところから、まあ、川っぺりの方に変更になったんで、まあ、ちょっと楽しみにしてたんですけれども、実際行ってみると、あれですね、この時間見てください。この時間から、まあ、それに飛ばして、この時間ですね。もう、大変です。もう、あれですね、心が折れそうになるぐらいまっすぐでした。で、そこを過ぎて酒田ヶ池総合公園に到着したところが 42km 地点なんですけど、ここが第2チェックポイントです。ここではまあ先客の人たちが座ってたので、まあちょっとあれですね、賑やかな感じで、まあ、休憩できました。あ、で、じゃあ第2チェックポイントを過ぎて、次は第3チェックポイントのあけぼの山農業公園に向かいます。このあけぼの山農業公園のところもあれですね、沼沿いの、道を歩いていくということで、ここもあれですね、自転車で行った時も、まああれですね、第2回目の下見に行った時も、歩いての下見に行った時も歩いたんですけれども、結構距離がありますと。で、案の定テンポの良いミュージックに乗りながら、まあステップを踏むように歩いてきました。で、あけぼの山農業公園は我孫子の方なんですけれども、まああれですね、この沼のほとりのところを歩き終わるとほぼすぐ着く。お疲れ様です。すぐ着かなかったですね、はい、結構歩いたんですけれども、まあ最初の第1チェックポイントに行くときに比べると結構短かったんで、まあ楽でしたね。お疲れ様です。お疲れ様です。で、55km の第3チェックポイントに到着しました。お疲れ様です。はい。お味噌汁もありますので、ドリンクもおはい。持ちください。
お味噌汁ももらえる。はい、どうぞ。コーヒーもありますので、お湯そちらにあります。あ、はい。ありがとうございました。ありがとうございます。で次に 55km の第3チェックポイントのあけぼの山農業公園から第4チェックポイントですね、ここ 62km 地点の柏の葉公園に向かいます。ちょっと沿道にいた人に声をかけられて、何歩いてんのっていうことで、100キロですね。東京の豊洲まで行くんです。桜から。そうです。ありがとうございます。ここ実際62キロからメートル地点から55キロメートル地点なんで7キロしか離れてないんですよね。もう1時間ちょいであっという間に着きました。はい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 。603ありがとうございます。お取りください。じゃあこれと。水で。はい。で次に 62km 地点の柏の葉公園を出る頃にはまだですね、そんなには夜中ではないです。でまあ夜中ではないっていうんですけれども、深夜ではないっていうところが正解かもしれないですね。で 62km 地点の柏の葉公園から今度 81km の水元公園の方に向かいます。途中あれですね、千葉の流山を通って埼玉のあれですね、草加の方に出て、そこから東京の葛飾に向かうということで、ここはあれですね 19km ですねあるんですけれども、夜中の 19km なんで結構さっきの第3チェックポイントから第4チェックポイントの 7km に比べると長いなという感じで歩いてきました。お疲れ様です。で水元公園に着いた時にはもう深夜0時を過ぎた頃に着きました。でここでですね、ちょっと足が痛いなと思ってみて、足の裏を見てみたらかなりでかい3センチぐらいありそうな水じゃないね、豆ですね。豆が出来上がってしまっていて、まあ針とかお灸が無料で見れますよっていうところがあったんで、豆も見れますっていう声をかけてしまったんですけれども、そのまま救護施設の方に連れて行かれて、ちょっと豆を見てもらいました。まあちょっと個人的にはそこで針を刺して抜いてしまおうというような気持ちもあったんですけども、さすがにそういうのはできませんよっていう話だったんで、そのままちょっと豆ができた状態で、まあ左足ですね、豆ができた状態で81キロ地点を深夜にスタートしました。まあこれ第5チェックポイントなんで、もう次はゴールなんですよね。なんで残りの19キロを歩いていきます。
で、まあちょっと豆、3センチもある豆があったんで、ちょっと引きずりながら最初歩いてたんですよね。左足をかぶりながら歩いてたら、あれですね、スカイツリーがちょうど見えた頃で、なんか右足も痛えなと思い始めて、ちょっと右足も見てみたら、右足にも3センチぐらいの巨大な豆が出来上がって、両足豆の状態で、まあ豆って言ってもまだ水が溜まり始める前のちょっと赤ちゃんみたいな豆ができ始めてしまったんで、そこをちょっとごまかしつつ歩きました。まあ実際24時間ぐらいかかるかなと思ってたんで、7時半に出発したんで7時頃に着くかなと思ってたんですけれども、案外今回早く着くんじゃないかなと思って歩いてたら、ゴールになんと5時20分に着いてしまいました。なので今回は21時間50分でゴールいたしました。ありがとうございます。お待たせしました。あ、お名前間違いございまはいせんか？大丈夫です。散歩者、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ今回 100km 歩くのが2回目だったんですけれども、まあ翌日まで足が動かないような状態が続いて、まあそれはもちろんですね、両足に巨大な豆ができてしまったんで、豆がまあ腫れが引くっていうか水が引くまでちょっと痛かったですね。ただちょっと引いてしまうと、やっぱり次回も挑戦しようかなと思いました。ちょっと今回浮かれたように動画を作りまくってしまったんですけど、ご興味がある方はチャンネル登録をして応援していただけると励みになります。ではまたよろしくお願いします。